はい、皆さん、こんにちは。今日はね、ずっとハードルアーとか、インプレさせてもらったんですけども、今日はソフトルアーのね、インプレをね、はい、したいと思います。はい。これも私の一軍プラス、私的にはビッグフィッシュパターンなんですよね。はい。それはね、ロングワームなんですよ。で、ロングワームが、一番初めに覚えたんがね、これ、みんな知ってはるかな。なんとかストライクのギドストリンガー、カーリーテールよね。9.5 インチ。これがね、私が一番初めに出会った長いワーム。うん。はい。ね、これ切ったらでっかいんすわ。特に今から、オールシーズン使えるんですけども、またオールシーズン使える、まあ、シーズナルパターンとかね、紹介してますので、ずっと前に。また見てください。はい。で、私が、このギドストリンガー。これを初めて使ったんやね。これが使ったんがね、高校生ぐらいだと思う。はい。でね、あんまり僕とこの、その近所には、ブラックバス専門店がなかったんですよ。で、川釣り屋さんに、川釣り屋さんの釣り具屋さんに、行って、バスの量がちょこちょこっと置いてあったんですよ。うん。そんな、ショップしかなかったんですよね。ちょっと遠くへ行けばあったんですけども、なかなか中学生、高校生やしね、そこまで行ける足がなかったよね。で、バイク免許取ってから行き出しましたけど、それまではやっぱり近所で買うてやってました。ほんで、その近所で売ってるメーカーさんがほとんど海外やったんですよね。うん。ちょっと置き始めたんが大和さんぐらいでしたね。うん。今から考えたらエバーグリーンとか全然置いてなかったね。ほとんど海外で、この長いワームって釣れるんかいなと思って、買ったんが始まりですね。うん。これが私の、ロングワームの、始まりです。はい。ギドストリンガー知ってますかね。うん。これ9.5 インチなんだけど、はい。これでね、春先ね、めっちゃ釣れたの。うん。で、これが一番僕好きなのは軸ヘッドですね。はい。それですごく釣れたので、特にブラックバスでいう、プリスポンでいうね、コンタクトポイントっていうところあるでしょ。そのポイントっていうのは、産卵するために一旦そこにコンタクトして、産卵を迎えるためにそこで餌を食べて産卵へ向かうという場所で使っていただくと、もうね、狙ったようにでかいの釣れます。はい。特にジグヘッドが一番僕好きですね。うん、好きな人いるかな。これはテキサスで巻くのもいいけどね。時期によってはね。季節によっては、春先は、春はジグヘッドを主に使います。で、アフターシーズンかな。うん。初夏。うん。夏になるにつれて、ワッキーかな。ワッキー、ネコリグ。ネコリグやね。うん。脳進化ワッキーも使うけど、うん。あとテキサスですね。ほんで、秋は、ワッキーですね。うん。で、冬は、重たいジグヘッドで使ってましたね。うん。それでね、一年中ロングワームの使い方分かったんで、うん、来たらね、40オーバー確定でしたわ。うん。私の、まワームの、ソフトルアーの一軍ロングワームですね。はい。で、また、過去に、ロングワーム5000でね、紹介してますので、また見てください。こんな色もありますからね。紫色した、こういうやつね。うん。ね、これ今ね、中古行ったら100円とかで売ってますよ。だからもう、絶対おすすめ。ラッキーストライクやったかな。ラッキーストライクやったかな。名前間違ったらごめんなさいね。とりあえずギドストリンガーって言います。ラッキーストライクやったと思うわ。
ラッキークラフトって言ったら、ラッキーストライクだと思います。はい。おすすめしますね。これで本当にね、ロングワームっていうのは、すごいポテンシャルあるんだなっていうのが、よくわかりました。で、動かし方はね、引っ掛けて、もうそこへゴーッと、春やったら特にそのコンタクトしてる岩とかあるんやったら、そこでこう、シェイクしてる。で、スワッと外すときにポンっていきます。もうガツってくってきおるんで。で、このロングなんだけど、スピーニングでやる方がいいですね。ラインスラッグをね、使ってね。糸はね、5ポンド、6ポンドあったら、どうもないかなって。6丸も来る可能性高いので、あんまり細い糸はおすすめしないですね。今やったらちょっとPE でもね、いい PE あるじゃないですか。ね、沈む PE ですか。あんな使っていただいたらね、やりやすいかなと思いますね。はい。で、数々紹介しますけど、ついでに。で、これ。マグナムスワンプクローラーあるでしょ？ズームさんの。これね、結構ね、でかいし長いですよね。これ好きなんですよね。これのネコリグが。ほんで、これ安いんですよ。比較的どこのメーカーさんよりも、コストが安い。ほんで、それで、安いし、このギドストリンガーの次によく使うようになったのがズームさんでしたね。ズームが結構売ってたんですよ、そのお店で。ほんで、繋げてしまいましたね。二つを繋げてしまいました。ライターで炙ったりとか。あと、専用にワームでくっつけるやつあるので、それでね、これ、ロング。めっちゃ釣れるんで。ただしね、このロングでワームで釣れると、ジグヘッドやったら結構頭から食ってくるから、フッキングできないけど、このロングすると結構待たなあかんね。ほんで、カチッっていう、硬さを感じたらフッキングするんですよ。結構送り込まさなあかん。そんな感じですね。はい。長いっしょ？これはもう13、4インチありますよ。もっとあるかもしれん。これが 9.5 だからね。だからもっとあるわね。だから本当にね、私はロングワームは、ビッグフィッシュパターンだと思ってます。はい。ぜひですね、ロングワームのポテンシャルを知らない方、ぜひね、釣れるまで一回やってもらいたい。本当にでかいの来るので、おすすめします。はい、ロングワームは。私はもう本当に、春先はよく使いますね。でかいのだけ狙うために。はい。で、今結構生えてるでしょ？ヌードルとかね。で、この、春先はね、赤がいいんですよ。赤とかね、あとはスカッパなんてからね、ちょっとこれにちょっとブラックが入った濃いからね、ワインレッドかな。コーラ色かっていうかな。スカッパノンがこの赤が効きますね。春はね。はい、こんなんとか。これもマグナムスワンプローラーの2連結ね。はい。で、これ、ちょっといっぱいあるんやけど、これキンクーのね、細いデプスさやね、はい、キンクーの細いやつを2連結したんですよ。これは普通のキンクーですね。エアーじゃない方。はい。これは私は勝手にキンクーヌードルって呼んでるんですけど、もうこれでね、琵琶湖との池でめっちゃ釣った。本当に来たらもう50オーバー打ってくらい確率高いですね。はい。これはもうほとんどワッキーです。ノーシンカーワッキーです。琵琶湖でめっちゃ強いですよ。池原でも釣れますよ。野池でも強いんでね。野池の一番でかいやつだけ狙っていけるんで、いいです。はい、本当に。あとはね、いっぱい紹介しようか。フリックの一番長いやつもありますんでね。それもいいと思いますわ。はい。で、この、マックスセントシリーズ、バークレーのね。これは味がついてるロングワームあるんですよ。
これ、ギドストリンガーとよく似てますわ。それがね、ちょっと手触ったら匂いつくしな。まあ、今日は紹介ということでね。はい。これね。売ってますわ。今300円とか売ってますわ、中古で。うん、絶対おすすめ。これでね、七色でめっちゃ釣った。うん、昔、ボート持ってた時は、もう、あらゆるとこ行ってたんですよ。七色とかもね。うん。で、七色でよく釣った、これ。うん。あ、キングテール。キングテールワームって名前ですわ。はい。マックスセントね。味がついとるんで、やっぱりね、今ちょっと、プレッシャー高いバス多いでしょう。すごく効く味ついたやつはね。はい。そんな感じですね。はい。ほんで、まあ季節ごとに今、春先はジグヘッドがいいです。軽い方がいいですわ。32分の1、16分の1。うん。で、夏から春の間はワッキーとか猫り具合ですね。それも軽い方がいいです。0.9 とか、まあ猫り具やったらね。あとはワッキーやったらもう普通に。でもね、針はね、あんまりちっちゃい方がいい。ちっちゃいじゃなくて、もうちょっと大きい、最低でも2番、もしくは3番、4番。ね。大きめの、マス針使っていただいて、まあ、根明かりが心配だったらガード付きで十分やと思いますわ。はい。で、夏はテキサスがいい。テキサスがいい。うん。これをね、これのパンチングすごいね。本当に。これで僕、60釣りましたからね、琵琶湖で。ギドストリンガーのパンチングで。うん。ロングワームでパンチングなんかしてる人あんま見たことないな。うん。ぜひおすすめします。パンチング。夏の。うん。で、まあ、もう、重さはね、最低でも2分の1。まあ、ライトフリッパーかな。うん。んで、1オンス、2オンス、1.5 オンス。はい。それぐらいの重さ使っていただいて、やってみて。夏のマットの、こういうロングワームのパンチングやってみて、でっかいの来るから。本当に。おすすめしますね。はい。で、まあ、秋はやっぱり普通の脳深海でも釣れます。はい。冬は重ためのジグヘッドがいい。うん。特にフットボール型とかね。ジグヘッドでもほら、いろんな形状あるじゃないですか。ラウンド型とか、フットボール型とか、アーキー型。うん。で、巻くんやったらアーキー型もあります。またね、それもね、過去の動画にね、シークレット、じゃあシーズナルパターン、シーズナルリグっていう感じで紹介してますので、また見てください。はい。冬は、重ためのジグヘッドをおすすめします。そしたらね、でっかいの来ます。はい。重い、8分の5とか、4分の3とか、うん、下手したら、まあ、2分の1からですかね。うん、やってみてください。絶対釣れる。めっちゃでかいの釣れるんで。うん、もう今日はもう、でかいの来るし、もうロングアームで行ったらやっていう時がある。来ますんで、ビッグブシパターンです。はい。私は本当にね、このギドストリンガーから、今の今までまだ現役です。はい。こっからロングワームを教わりました。はい。今日はロングワームのインプレでしたけども、私がギドストリンガーによって、今までね、もうキンクに出会ったり、あとボーワーム。これボーワームね。デブスちゃう、エバーグリーンのボーワーム。これのヌードルをちょっと、まだ使ってないね。また使いたいんだけどね。これもね。うん。もう8インチ以上はもう、ロングですよ。ね、そう思います。ぜひね、このロングワームのね、ビッグフィッシュパターンのポテンシャルを知っていただきたい。はい。ぜひ、知らない方はね、やってみてください。その代わりでっかいの来るんで、心してくださいね。はい。ありがとうございます。